前回サバイバル生活で拠点を大幅にアップデートしたマサルであったが、現実はあまりにも厳しかった。やばい、あまりにもの藁の重さでせっかく作った家が崩れかけてる。さすがにここまでやってきてこれは悲しすぎる。間に合え。くそ25日目にしてついに精神の限界を迎えつつあるマサル。果たして最終日まで耐え切ることはできるのか。というわけで26日目スタート。26日目、ようやく終わりが見えてきましたね。ここに来てですね、今まで元気にやってましたけど、なぜか非常に今日は無気力ですね。何もしたくないですね。やっぱりちょっとね、26日目ともなると、さすがに元の生活が恋しくなりますね。結構ね、俺明晰夢を見るんですけど、夢の中でさ、友達とワイワイしてて、で、ご飯食べようとした瞬間に、あれ？俺は今サバイバル中なのに、これは夢だって気づくんですよ。で、夢って気づいちゃうと、結構ね、目が覚めやすいんですよね。で、目が覚めるっていうね。でも今何か食いたいかって言われたら別に何も別にそんな食いたくないから、ラーメンとか食いたいけどね。そんなことよりもうベッタベタの体を洗い流してゆっくりと暖かい布団で寝たい。そんな感じです。正直もう飯食うのもめんどくさいぐらいな感じですね今。ですが、元気がないんでね、朝ごはんをね、食べてみましょう。朝ごはん食べたら元気になるかもしれない。ということで、朝は鹿のあばら骨を食べていこうと思います。非常にワイルドな食材ですので、元気が出るんじゃないでしょうか。ということで、早速焼いていきましょう。はい、こちらがあばら骨。いわゆるリブロースなわけなんですけども、表向きが内臓に触れた部分。で、裏向き。外側の部分ですね。結構汚い。で、これハラミって言うんだったっけな？違ったっけな？ちょっと肉の勉強あんましてきてないんでごめんなさい。熟成5日目って感じですね。だいぶ獣臭がね、出てきましたね。腐ってる匂いではないです。内臓だけ取り出して、でっかい冷蔵庫の中とかに入れとけば、10日間とか2週間とかも熟成できそうな気がするんですけど、この環境だとですね、ちょっと難しいですね。水気を取るものがあれば、もっともっと熟成がね、できると思います。27、28、29。あと3日なんですけど、腐ってても食います。焼けば食えると思ってるんで、腐ってたらどんな味するか気になりますしね。これね、筋がすっごいんで、ちょっとずつね、筋を外していこうかなと思います。難しい。筋と筋肉が結構ね、しっかりとくっついてますね。なるほどね。無理だ。外せね。この筋だけを外すのは難しい。やっぱハラミっぽくね？形的に。ここ。やっぱハラミっぽいんだよね、ここ。ちょっと今回はね、自然を相手に、どこまでできるのかっていうね、ただの好奇心なんで。なんでそんなきつい企画やってんのって言われると、これもう、小学校の頃から、僕の家の裏にはですね、山があったんですけど、竹がね、めっちゃ生えてたんですよ。で、そこの竹を、勝手に切って、今俺がやっちゃうと、犯罪になっちゃうんですけど、小学校の頃なんで、ちょっと多めに見てほしいんですけども、竹切って、川の両端にさ、はわして、橋みたいなの作ったりとか、ちょっとした、家っぽいもの、屋根とかそんなんまではできないけど作ったりとかして遊んでたんですよ。今回やってること自体は寒いとか空腹とかあるけど、もうやりたいことをやってるんでそんなにね苦痛ではない。これ多分ね、自然とかもう汚れることとかめっちゃ嫌いな人がやったらマジでしんどいと思う。東海オンエアさんのさ罰ゲームもさ結構きついけどさ、雪山1ヶ月サバイバルってなったらそこまではねさすがにやってないじゃん。結構なやつやってるか。でも私は楽しくやってますんで皆さん心配しないでください。でも自分の体追い込むの結構好きなんで、筋トレとかそんなにめっちゃ重い重量上げれるわけでもないけど割と好きですし、ランニングとかもね別に好きなんですよね。綺麗に仕上がりました。ではこっからですね、これあばらね全部つながってるように見えて一本一本にね切っていけるんで、一本一本に切っていきます。意外と難しい。こっち側がなんかわちゃわちゃしてんのか。いや両方わちゃわちゃしてんな。めっちゃうまくいった。
これめっちゃ身ついてる。ということで大量のあばら肉が調達できました。もうここら辺もね、太い木がなくなってきて、こういうやつをね、切っていかないと、木がなくなってきましたね。あそこに滞在できるのは正直、3ヶ月ぐらいなんじゃないかな。結構火を焚いてるとね、薪を大量に使うんで、木がなくなっちゃうんですよ。実際に狩猟生活するんだったら、やっぱり3ヶ月ごとぐらいに拠点を移動させないといけないかもね。火もいい感じでございますね。こんな太い木に火がしっかり乗っていいね。よいしょ。ではリブロースを置いていきます。いいね。もう焼けてきてんじゃない？ひっくり返してみましょうか。おー、いいね。こっちの方が火が強い。いや、さすがの俺も5日目の鹿肉を生で食おうとは思わんな。ただね、ウイルスって増えないんですよ、基本的に。さて、焼けてきました。果たして柔らかいのか硬いのか。では実食や。いただきます。非常に硬い。薄く切って食べよう。ではしっかりとしたあばらいきましょう。あ、ここね、硬いんだけどもちもちしてて独特の食感で美味しいわ。うん、これはうまい。めちゃめちゃうまいわ。ちょっとね、ハラミ硬すぎるんで繊維に沿って切っていきます。切れてるか。あんま硬いの好きじゃないんだよな俺。柔らかいのが好き。よし。さて塩を振りまして、ではハラミ食べてみます。食感は安い牛タンみたいですね。うまいっちゃうまいって感じ。うん、もも肉の方が美味しいって感じ。でも実際鹿肉ってこういう雑な調理じゃなかったらめちゃくちゃ美味しいんだよね。鹿肉が俺のせいで美味しくないっていう風に伝わるのがすごい嫌。鹿肉めちゃめちゃ美味しいから。獣種はもうほとんどないですね。さて一つだけ形が違うこいつ、どんな味がするのか。いただきます。意外とね、硬いんだけどタコみたいな食感、悪くない。うん、タコや。うん、この部位はかなり美味しかった。あばら骨の一番端っこだね。これはうまい。でもさ、こういうさ骨付き肉食べるのってさ、やっぱ男の憧れだよね。あ、生だ。ただ漫画みたいなさ、ワンピースに出てくるような骨付き肉は、まあ、作るの厳しいでしょうね。投資で見てくれてる方はですね、後ろ足のね、肉見たと思うんですけど、あんなでかいのをさ、中まで火通そうとしたら、絶対に無理よ。まあ、2日間ぐらいかけて、じわ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 焼いたら、もしかしたらできるかもしれないけど、まあ、あれは漫画の世界やな。うん。あばら肉ぐらいがちょうどやね。だいぶお腹が満たされました。少しね、元気が出てきました。正直な話、もも肉1本分で、もう俺の食事的に3日分ぐらいあるんですよ。で、実はですね、お鹿をさばいた際にですね、鹿の背骨をですね、持って帰るの忘れてたんですよ。で、あれにもね、まだ肉がね、結構ついてたんですよ。
でそれが別の位置に移動してたんですよね。これはね確実にイノシシの仕業と見て間違いないでしょう。僕の記憶ではですね、ここら辺に置いてたんですよ。なのに見てください、明らかに背骨がねこっちに移動してるんですよ。これそんな軽くないですよ。 2.5 キロぐらい。これはおかしい。これねおそらくイノシシの仕業です。一応カモフラで置いとこうか、なくなったら怪しむだろうから。これ新しい感じのイノシシが通った跡もあるし、確実にイノシシの仕業だと思うんですけど、くくりつけられる木が弱い。で近くにもね獣道があって、ここもねすぐ横も獣道です。でさらにすぐ横も獣道ですね。ここに置いとけばイノシシ来るんじゃないかと。あっちからね水飲みに来て、そしたら肉発見して「おっ肉だ!」っつって引っかかるんじゃないでしょうか。でちょうどね仕掛けをかけるね木もあります。これ2本分折るほどのイノシシではないでしょう。さて絶対にバレないように仕掛けていきましょう。掘りやすくあってほしい。この川もねどうせ渡ってこれる、あっちからも来る可能性が全然高いんで、仕掛けがこの辺にあるんですけど、たまたまイノシシがねこっから水を飲みにやってくれば確実にかかるはず。これは楽しみだね。頼む、かかってくれ。みんなごめん、もう今日はねちょっともうしんどすぎる。本当は家直したいし、いつになったら家は完成するんだって多分みんな思ってると思う。でももうあれだな、体がボロボロすぎてもう動けない、もう無理。明日元気になっててほしいな。ということで26日目終了。ごめんなさいみんな。